Welcome to Healing 妄想。皆様こんにちは。妄想姫です。本日もご視聴いただきましてありがとうございます。今日はね、早速もう11月の流れ、今月もグランタブローで見ていきたいと思います。先月赤ちゃんのことをちょっと一つ取れてない方がいたので、一旦外してアップしたんですけれども、赤ちゃんリーディングがなくて寂しかったっていうことで、急遽撮り直して赤ちゃんアップだけと動画をアップしたんですけれども、なんかこれだけの方が見てくれているんだと思ったので、赤ちゃんは赤ちゃんでまたこの動画の中でもう少し詳しく、見ていきたいなと思っています。じゃあ今日もグランタブローで見ていきますね。じゃあ選んでいただきたいのは、今日はこの3択になっています。1番の方ピンク、2番の方グリーン、3番の方ブルーです。よし、OK かな。ちょっと赤ちゃんのことのアドバイスとかね、どうしようかな。もう一回ね、本編とは別に通り直した方がいいかな。そうしようかな。そうします。ということで、じゃあこの3枚の中からピンときたものを選んでいただけましたでしょうか。それでは11月の流れ、本日も心を込めてリーディングいたします。じゃあそれでは1番の方見ていきたいと思います。まずね、1番の方、このねライダーっていうカードが1番目のカードがね、1番目のところに来てて、これハウスインハウスって言って意味が強調されるんですよね。で、1番さんがどうも最近なんかあの人から例えば連絡が取れないとか、なかなか返信来ないとか、そういう意味のね、こうブロックされたとか、約束がリスケになったとか、なんかそういうネガティブなことがねあったのかなって感じがするんです。するんだけど、ここにまずハウスインハウスになってるから、出会いとかね、連絡とか、来るのかなっていう風な感じでまず思ったかな。で、ちょっと先に恋愛のことを言うと、恋愛の24番目の部屋が鳥っていうとやっぱりコミュニケーションとか連絡が来るってことじゃない。だからやっぱそういう意味でやっぱりいいなっていうふうに思いました。今月の恋愛運は出会いも含めて連絡が取れるとか、会話が弾むとか、リスケになったデートがきちんとできるとか、そういうことをね表しています。そしてこれって12番目っていう意味があるんだけど、12番目のところを見ていくと花束になるから、やっぱり嬉しいこと、告白、付き合うようになる、復縁ができる、そういうことをね、まずこのカードたちはごめんなさい、伝えてきてくれました。よかったですね。そしてあなたのカードがねここにあって、であの人のカードがここにあって、もしあの人がいる場合はあの人のことを思いながら、もしあの人がいない場合はこれからの出会いのことっていうふうに考えていただいてもいいんだけど、確かにね距離がね123 4枚あるんですよ。少し離れてるかな。
少し離れていて、なおかつあなたの下に蛇がいるから、みんながみんなじゃないんだけど複雑な関係だったりとか、ライバルがいる人とかね、そういう人がもしかしたら一番の方は多いのかなっていうふうに思っています。でもね、なんかこうあなた自身、この例えばライバルとかね、うーんそういう人がこうものすごく気になってるかもしれないし、あなた自身がなんかね、最近決意したことがあるんじゃないかな。すごく固い決意をして、なんか例えばなんだけど、あの人を諦めるとか、例えばあの人との結婚とか、あの人と付き合うっていうことを今は考えないとか、なんかそういうこう決意をしたかもしれないんだけど、でもあなたはやっぱりこうものすごく人気もあるしね、あの人のことをすごく大好きっていうふうに出ている、強い決意をしたかもしれないんだけど、でそれプラス先ほど言ったなんかね、流れがやっぱりこう恋愛において嬉しい流れになってきそうだから、あの人からきっと動きあるかなっていう感じがする。であなたのこう未来を見ていっていると、クローバーとかクマとかね、そういうポジティブなカードが出てるから、あなたに嬉しい知らせ、あなたが嬉しい知らせを受け取るとか、幸運がやってくるとか、そういう風に出ている。そしていろいろな、これがコンサートだったり習い事だったり飲み会とかかもしれないんだけど、なんかねこう楽しい時間が過ごせそうっていう風に出ています。はい、じゃあね、仕事のこと見ていきましょう。まず、はい、あなたがご自分で仕事をされている。アルバイト、パートの方から行くと、最近なんか少しお客さんが減って心配してたとか、売り上げが少し減ってしまったとか、職場の人間関係、特に年下の人、なんかこうどう扱っていいかわからないっていう状態だったかもしれないんだけど、今月のあなたは、なんかね年上のお客さんがこう増えてきそうなんですよ。であなた自身がすごくねこう頭の切り替えがかなり良くなってくるから、なんか臨機応変に対処できそうです。そしてはっきり言って星花束ハートが出てるから、これからの売り上げ、今月の売り上げ、今月、もしかしたら来月も、かなりねなんかこう伸びていくような、そういう風な感じがするので、非常にいいと思いますよ。なんか職場っていうかね、お客さんとのこう関係とか、なんかそこでいい感じになる人とかもいるかもしれません。はい、でそしてはい、じゃあ次は会社員、サラリーマンの方を見ていくんだけど、さあ怒りのカードがどこにあるかな。あった、ごめんなさい、ここにあった。はい、怒りのカードを見ていくと、サラリーマンの方、会社員の方、なんかね最近こういろいろ事例を受け取ったとか、なんかね転職したっていう人もいるのかな。なんかね環境が変わったっていう風に出ています。で今あなた自身その専門知識をもっともっと頑張りたいんだっていうことで知識をつけたりとか勉強したりとか、自分で本読んだりとか資格取ったりとか、そういう風な感じでものすごく頑張っているのかなっていう風に思ってます。で今月は、今月そして来月、そうね来月はあなた自身がなんか職場がとても居心地がよくって、なおかつお給料も上がっていく。来月はそっか、賞与の季節もねあるから、賞与があるとか、残業代が思ったよりも多かったとか、そういう可能性もありそうです。で、私ね今月のねあなたを見ているとね、本当になんか幸せそうなんだよね。ヘビっていうなんていうのかな、ライバルとかね、気になる存在とか
奥さんの存在って気になるかもしれないんだけれども、今月はそういうのを切り離して楽しむことができるのかなっていうふうに思っています。連絡もねいいし、連絡面でしょ、出会いもいいでしょ、友情もいいでしょね、そしてちょっと金銭面だけは気をつけてねって出ていて、あの人があなたに甘えたいよっていう風な感じなので、ぜひ甘えさせてねあげたらいいのかなっていう風にも思っているし、だからね、なかなか良さそうな気がする。ここ1個だけちょっと気をつけてほしいのが、ヘビって7番目の部屋なんだけど、ここね7番目の部屋のところにワンちゃんが出てるから、もしかしたらあなたが仲いい、友達がなんかちょっと表裏があったりとか、そういうことがもしかしたらあって、あなたがそれに対して悩んでるのかもしれないんだけれども、うまくなんていうのかな、カバーができるというか、上手になんか付き合っていけるんじゃないかなっていうふうにも思いました。良さそうだけどね。じゃあ1番の方の、じゃあラッキーな、これ1日から30日でいわゆるいい日と気をつける日を見てみます。じゃあまずいい日ね。来月11月のいい日、ポジティブな日教えてください。これね2枚取ろっかいい日はさいっぱいあった方がいいもんね。じゃあ来月のいい日がね3日と13日です。33、これがねまず1番の方のラッキーデーで、逆に気をつけてねっていう日、気をつけてねがこれだね。気をつけてねが10日。これがね、11月の10日が気をつける日で、プラスの日が3と13という風になっています。で、カードがねちょっと崩れちゃったんだけど、なんかあなたにとってのアドバイスをこちらのカードで、フラワーカードでね見ていきたいと思ってます。よいしょ。取り入れた方がいい花とか、メッセージとか、そういうことでね見ていきます。と出たカードローズです。今回、ローズね、今からの季節ローズが、増えていくんだけど、なんかやっぱね恋愛運ね今月良さそうですね。特に赤いバラをお部屋に飾るとか、バラ風呂に入るとかなんかねそういうのも良さそうです。じゃあ突然なんですけど、ここで1番の方への3択です3択メッセージここでお送りします。1番の1番、1番の2番、1番の3番。よいしょね、ここでまた3択みたいな。そうなの。1番の1番、1番の2番、1番の3番。じゃあねこれ1番の方ね、1の1ね、1の1。そしてこちら1の2。そしてこれ1の3です。さあピンときたもの選んでください。一言メッセージお伝えいたします。じゃあ OK じゃあ1の1の方、さあ行こっか。メイクアウィッシュ出たね。1の1の方ね、もうね本当にあと少しであなたの願いが夢が叶っていくよって出てるから、この1ヶ月はあなたにとって願いが叶う、
うん、そういうね1ヶ月になりそうだよ。もうちょっと、もうちょっとで届く。まずこれが1番の方。はい、そして2番の方。おー、イエスが出たね。イエスとシンプリーユアライフが出てるから、お部屋の片付け、断捨離、そして頭の中とかをね、こう軽く軽く断捨離していきましょうって感じ。考えなくて大丈夫だよって、考えすぎなくて大丈夫、空気の入れ替えをして入れないものを売る、捨てる、そういうことをしていくとあなたに幸せがやってくるよっていうのが、これが1番の1の2の方はい、そして1の3の方。はい、これがね、このカードとすごく似てるよね。ね、もう少しで願いが叶うよっていうのがね、出ていて、で、これがね、1の3の方は、もう少しで願い叶うの。叶うんだけれども、ちょっとだけ、自己充電というか、充電することとか、そして、この道に行くためのやり方とか、まあ願い自体は変えなくていいと思うんだけれども、少しだけ修正が必要で、その修正をすることによってね、あなたの願いに叶っていくよっていうのが出てるので、はい、これが1の1、1の2、1の3の方でした。いかがでしたでしょうか。ぜひ来月もまた見に来てください。楽しみにしております。はい、それでは2番選ばれた方見ていきたいと思います。見てくださいますね。2番のあなたのカードがなんとファーストカードに出ました。すごいですね。なんかあなたが今何かを動かしたいとか決めたいとか、どこかに行きたいとか、なんかそういうすごく行動力というか、そういうものをすごく感じるんですよね。旅行なのか留学なのか、あの人とのことなのか、仕事のことなのか、実際の引っ越しのことなのかっていうことで、すごくあなたが行動的になってるなっていうのがまず感じました。で、あの人のカードはここなんですよ。で、あなたのカードがここだから、確かに距離はあるんだよね。確かに距離はあるんだけど、でも複雑な関係の人、蛇がねラストに出てるんですよ。もうあなたのカードと一番遠いところにあって、でこのラスト4枚に、この象徴カードが出てる時っていうのは動けないんですよね。この出てる人が、象徴カードに出てる人が。なのでもうこれが奥さんとかライバルとかもしいる人であれば、もうね、今月11月は動けません。奥さん、彼女、第三者の人動けないです。で、でですね、あの人がね、なんかあなたに対して伝えたいことがある。告白、プロポーズ、なんだろうね、なんかすごく嬉しいことを言いたいっていうふうに言っていて、でここね、ここ24番目の部屋っていうんだけど、ハートの部屋がここなんだけど、ここに家のカードが出てる。だからね、今月はなんか一緒に住むとか、なんかね、将来の話になるとか、結婚の話になるとか、あとは家デートがいいとかね、そういうことも考えられるんだけど、なんか穏やかで幸せそうなんですよね。なんか将来親に挨拶に行きたいとか、そういう話とかにもなるのかもしれないのかなと思っています。なんかね、明るいよね、カードが。で、あなた自身もとても前向きというか、そういうものがあります。
で、あなた自身がなんかこう白黒をはっきりさせたい、そういうふうに思ってるのかなっていうふうにも思うし、ライダーとリングが出てるから、仕事なのかね、こう約束なのか、そういうこう連絡とか、契約とか、そういう知らせを待っているとか、そういうふうにも読めるかなと思っています。で、はい、あなたのカードがこれ29番目のカードだから、2456789229、なんか今月のあなたは大きな岐路に立っていて、大きな選択をしますっていう風に出ています。で、あの人のカードがここ月のところにあるから、ロマンスとか、なんかこう恋愛関係になんかなりやすいとか、あなたのことを待っているとか、そういう風に出てるから、なんかね、あの人のなんか恋愛モードがすごいんですよ。恋愛結婚モードがとてもすごいなっていう風に思っています。ちなみにちょっと待ってね、あなたのとこが1番のカードで、お相手様のことが15か。15って言ったら確かクマだったんだよね。そうだね。なんかあの人自身今ものすごくよく食べたりとか元気だったりとかするかもしれないんだけど、自分を頼ってほしいとか、こう自分が引っ張っていきたいみたいな、そういうものも見えるかなと思っています。で、今月のあなたの流れが仕事のこと、親のこと、恋愛のこと、とにかく前に動き出します。あなたの願いに向かっていきます。あなたの願いが叶いますっていうのが今月の流れ。そしてあの人の流れっていうのが、今まで年下の人、もしくはあの人に子供がいた場合は、なんか子供に振り回されたりとか、例えば運動会とかねそういうのでいろいろこうちょっと疲れてしまったこととかあったかもしれません。もしかすると子供を持つことに対してトラウマがあったりとかしたかもしれないんだけど、なんかあの人ね、結婚願望だったりとか、あなたと一緒になりたいとか、そういう気持ちがものすごく高まってるから、なんかね、いい予感がね、ものすごくするんですよ。すごくします。で、複雑な恋愛の人はね、このヘビっていう存在が気になるかもしれないけど、もうこのヘビさん動けないからさ、もう気にしなくていいの。むしろあなたとお相手様の恋愛っていうのがこうじっくりじっくり育っていくよっていう風に出てるからね。やっぱり今月私、出会い運、恋愛運、結婚運、はい、両方いいと思っています。いいと思うよ。で、この恋愛運を見ようと思っても、このハートの上に月っていうこうロマンスのカードが出ていて、でそれがこうつながっていくとか、ね、連絡が来るとか、コミュニケーションが活発になるって出てるから、やっぱりいいよねというふうに思っています。なんかね、いいのよ今月特に気になるところあるかな。そうね、ここかな。あのここ5番目のカードって木っていう健康を表すところなんだけど、そこにネズミが出てるから、ストレスとか疲れとかそういうのでちょっと忙しくなって免疫力が落ちちゃうかもしれないっていうのが気になるかな。あとはね、じゃあちょっと個別に見ていきましょうか。はい、じゃあまず自分で仕事をされている方、アルバイト、パートの方、いいね。あなたが主導となってあなたの望みにこう願いが叶っていきます。売り上げが伸びていくし、なんかこういろんな幸運が舞い込んでくるよっていう風に出てるから、まずすごく吉。いやいや、むちゃくちゃいいですよ。で、会社員の方、
サラリーマンの方がね、ここなんだよね。ここか。こう今まではなんかこう棚ぼた的なラッキーっていう風なのがあって、今月はとにかくこういろいろな人と、コミュニケーションとか会議とかそういうのが多くなるかもしれませんというふうに出ていて、ただこう自分のなんていうのかな、知識とか勉強不足とかもっと頑張らなきゃっていう気持ちがすごく出てくるかもしれない。だから自分ではなんかこのままではダメだっていう感じでなんか勉強する資格を取るみたいな、そういうものがあります。あとは秘密がなんか少しずつ漏れるとか暴露するっていう風に出てるから、なんか社内のなんかこう気をつけること、守秘義務とかもそうだし、自分の秘密、そういうものがバレないように気をつけてねっていう感じかな。はい、あと今月の金運がね、と、はい、金運が今まではとても良かったです。今月ちょっと旅行とかね、環境の変化とか引っ越しで少しお金が出ていくかもしれないけど、でもそれでも入ってくるって出てるからこれはいい。ただ来月以降、来月かな、来月ちょっとこれがネット代とか飲み代、そうだね、12月忘年会シーズンだからね、ちょっとそういうのでお金がね出ていく可能性があるって出てるから、今七夕的なラッキーだから、なんかこうビギナーズラック的なものがね、なんか今月は当たったりってする可能性もあるかもしれない。ただ来月ちょっとね使っちゃう可能性があるから、今月は節約をして来月に備えてた方がいいかなというふうにも思いますね。恋は発展していくし、なんか出会いはあなたの方からこう声をかけるとかね、そういう可能性もあるし、恋愛運出会い運いいですよ。で復縁を望んでいる人もね、あの人自身がこうなんかもう連絡をしたい、あなたの元気な声を聞きたいとか、なんか将来のことを考えてるとかそういう風に出てるからいいよねいいよねって思う。で複雑な恋愛の人はもうヘビさんのことは気にしなくて大丈夫だって、あの人がさ将来のこととか例えば結婚のこととか考えてくれているのであれば、もうこのヘビの存在とかさ気にしなくていいよね。と思うかな。だからね、なんかこうもうちょっと今月は恋愛のことを中心に言っちゃったんだけど、そういうカードがね多々出てたんだけど、いいんじゃないかな、良さそうだよっていうかいいよね。あなたの近くに星、あの人の隣に太陽みたいなね、天体カードも出ててさ、なんか良さそうだよ、恋が順調に進んでいくよって出てるからこれがね今月のリーディングになるかな。じゃあまず今月のね2番の方の今月の1日から30日までのラッキーデーをちょっと見ていこうかな。はい、ラッキーデーがね、よし。じゃあまずハートが出たね。はい、まずラッキーデーがね、今月の2日、11月の2日と11月の24がね、これがね、ラッキーデーだよ。で、気をつける日にちもね、出しとくね。気をつけてねっていうのがここ。はい、10日。11月の10日は気をつけてほしいかな。あと咳が出てごめんなさいね。あとラッキーな花というかね、ちょっと言葉をお送りしたいなと思ってます。さてこれかな、よいしょ。はい、よいしょ。はい、出たカードがこのカードが出ました。これはね口なしの花で、意味はシンプルとかこう尽くすとかね、そういうものが出てるので、
なんかあなたの生活、そしてあの人に対してとか、そういう一生懸命さ、シンプルなんだけれどもあの人のことを大切にするとか、あと自分のことを大切にしてあげるとか、そういうこともなんかメッセージとして出てきてるかなと思っています。はい、そしてね、ここで急遽3択です。はい、2番の方、はい、2番の方、ここで急遽3択で、はい、3択メッセージでお伝えしたいと思ってます。2の1の人、2の2の人、2の3の人。はい、これでね、1番、2番、3番で選んでみてください。一言メッセージ。あとこれもね、同じく。はい、1番の人、2番の人、はい、3番の人。はい、じゃあ見てみます。OK。2の1、2の2、2の3。はい、ピンときたものを選んでください。はい、2の1の人に伝えたいのが、今月はね、エナジーをさ、ちょっとポジティブなエナジーね、すごいいっぱいあるわけ。今1番の方って。で、すごくいっぱいごめんなさい、あるんだけどね、なんかこの動くだけじゃなくって、あなた自身が想像すること、こういう風になったらいいなみたいな、そういうこともぜひ取り入れてほしいかなと思っていて、でこうなったらいいなって思う時に少しだけ軌道修正をしてあげるのもいいかな。そうするとこのポジティブエナジーがさらにあなたのところによりプラスのエネルギーとして来てくれる、若干の修正をして OK っていう風なのが出てるのがまず1番の方。はい、そして2の2の方、はい、いきます。2の2の方、はい、サクセスと、あと受け取るって出てますね。2番の方はね、もう今考えていることとかやりたいことっていうのはうまくいくから、あとはあなた、2の2のあなたが受け止めてあげてくださいっていう風に出てる。で、今月なんか髪の毛の手入れとかなんかねしてあげるとよりいいのかなというふうに思ってます。成功すると出てるので良さそうです。はい、そして2の3の方いきます。はい、2の3の方、いい波が来てますね。いい波が来てて、このフューウィークスだから、11月の第2週以降ぐらいからいい波がやってくるよって出てるので、これは楽しみにしていいと思います。この波に乗っかっちゃいましょう。はい、ということで、これが2番の方へのメッセージとなります。よかったらぜひ参考にしてみてください。ラッキーな日にちとね、もね、出ていたので、ぜひこれも手帳にメモしてみてください。はい、以上となります。はい、それでは3番選ばれた方見ていきたいと思います。まずカードを出していってる時に、3番のあなたは何か飛び出していきたいんだとか、新しい世界に行きたいんだとか、環境を変えたいんだとか、なんか白黒をねもうつけたいとか、そういうふうに思いました。で、それが要は腐れ縁を断ち切りたいとか、そういうことなのかなっていうふうに思ったんですね。で、なぜならば、まずあなたがここにいます。そしてあの人がここにいます。ここにいるんだけど、あの人の真上が蛇なんですよ。ということは、3番の方が複雑な恋愛の方が多いのかな。ライバルがいるとか、あの人に誰かいるとか、
そういう可能性がすごく高いのかなと思っていて、もし3番の方、いや私はそんなんじゃないよっていう方は、ちょっと私もどういうリーディングになるかわからないんだけど、もし途中まで聞いて違うって思ったら他の選択肢、申し訳ないんですけど見てみてください。なんとなくね、今回はこの複雑以外に読めるかな、どうかな、なんか両方で読んでみたいとは思っています。で、今月のあなたがなんかですね、このきちんと付き合うとか、これちゃんとっていう感じなんですよね。きちんと付き合うとか、例えば婚約とか結婚するとか、そういうことに対してあなた自身がプレッシャーがあったりとか、親からの例えばなんかまだなのとか、例えばですね、そういうのがあって、あなた自身もちょっと焦ってたとかプレッシャーを受けてたっていう感じがします。で、あなたの未来を見てみると、白黒はっきりつけたいって出てるんですよ。鎌っていうカードが出てるから、だからもしかしたら今までの人ともう白黒きちんとつけるとか、話し合いをするとか、そういう可能性もあるし、それプラスあなたが新しい出会いを求めて、例えばなんだけど、結婚紹介状だったりとか、例えばそういうアプリとか、そういうところでなんか自分の環境を変えたいって思っている人も多いのかなっていうふうに思いました。で、あの人の悪口はあんまり言いたくないんだけど、でもあの人がね、どうも、この彼女とか奥さんに対してなんていうのかな、離れられない、これ今月はなんですけどね、離れられなくて、でこの奥さんっていう人もなんていうのかな、執着むちゃくちゃあります。そして、このお相手様もなんかね、あなたと例えば仲直りしたいとか、そういう気持ちはあるんだけれども、複雑な関係がやっぱりもうしばらく続いてしまうっていう、ちょっとそういうなんかモヤモヤってした感じのものが感じられるかなっていうふうに思っていて、で、ここ24番目の部屋なんだけど、ここに子供のカードが出てるから、子供のカードっていうのは実際に子供が欲しいっていう意味もあるんだけど、なんか楽しく純粋に恋愛がしたいとか、そういうふうに思っているのかな。でここに13が出てるから、ここの13を見ると16151413で、その子供っぽさとかで、例えばちょっと言い合いになってしまったりとか、あなたの純粋さがうまく伝わらないとか、そういう風な感じで争いにつながってしまう。ハートの部分から子供から無知に行くことで、なんかそうなんだよね、喧嘩とか口論が増えてしまうっていう可能性が出ていて、であなたを表すところが、これがね29番だから、245678ここ、あなたが表すところは魚、自由になりたい、生き生きとしたいっていう風なものが出ていて、であの人を表すところに山が出てるから、もう山っていうとやっぱり動けないとか忍耐が必要とか、そういうものが出てるからね、やっぱあの人自身も動きたい気持ちあるかもしれないけど、でもなんせ、このね奥さんとかこの第三者の立場がなんか強すぎて、あの人が萎縮してるような、そういう感じがする。だからこそあなたがもしかしたらもういいやみたいな、私は私で白黒をつけるみたいな、そういう可能性もごめんなさい、出てるのかなっていうふうに思っています。
であなたの、ね、恋愛運っていうのを見ていると、こう過去の流れを見ていても非常にこうストレスが溜まっている。なんかこう忙しいんだけど、例えばしょっちゅう会えたりするんだけど満足感がないとか、そういうふうに出ていて、で今のあなたっていうのがものすごく愛を求めてるんですよ。もうすごくこう愛を渇望してるような、そういう感じ。ただ未来っていうのが雲と花束が出てるから、どうしてもこう3番の方が思う恋愛っていうのが今月はなんかね、少しこのままいくと厳しいのかなっていう感じがしていて、でもね、あなた自身がこう例えば白黒をつけて、そしてこう身軽になった時にはこういろいろいい出会いがあって、そしてあなた自身が元気を取り戻せるって出てるから、そういう意味ではこの白黒をつけたいっていうことはとか、新しい環境に行きたいっていうのは私はおすすめしたいかなって思います。もしこのね、一旦白黒をつけても心まで完全にパッキリ白黒つけれるってなかなかないんだけど、ないと思うだけれども、でもこう気持ちの上で切り替えをするのはいいかもしれない。その後にまたその時に考えてもいいのかなっていうふうにも思ったかな。なんかね、それをなんかすごく感じたなっていう感じがしています。で、まあ結婚とかね、婚約とかきちんと付き合うっていうのがこのね、リング25番なんだけど、25番のカードを見てると庭が出てるから、いろいろな出会いね、ありそうなんですよ。なんかこう、まあ合コン的なものとか、もうちょっとなんか格式が高いような、そういうパーティーとかに行くことによって、あなた自身がどっちになるか、どっちに転ぶかはわからないけれども、出会いを求めるっていう意味ではなんか次にこうちゃんとっていうものにつながっていくのかなっていうふうにも思っています。じゃあちょっとね、個別で見ていきましょう。はい、じゃあ自分で仕事をしている人、アルバイトパートの方を見てみると、今すごくいいですね。売り上げがね伸びてるって出ています。ただね、未来がなんかライバルが、ちょっと出てくるとか、なんかこうあなた自身がこう武器をこう増やしていく方がいいというふうに出ているので、そういう意味ではなんか商品数だったりとかアイデア数とか、そういうものを出していくことによってこのライバルに負けないものを作れていくのかなって思います。もしくはこの会社パートアルバイトの中にちょっと嫌だなって思う人がいるのかもしれない、ちょっと気になるかなっていう風なものはあるかもしれないとは出ています。で、会社員サラリーマンの方を見てみると、今まで良かったですね。とってもよくってアットホームで、もしかしたら転職をしたとか環境が変わったっていう方とかいるかもしれません。で、今っていうとあなた自身がまたなんかいろいろね、ちょっとね、仕事は楽しいかもしれないんだけど、復職を始めるとか、なんか2番目の道を始めるって出てるので、それも良さそうな気がします。で、こう今月来月の流れを見てると、あなた自身のやる気、人間関係、社内の中でロマンスが生まれる、こうマイペースで穏やかに仕事がしていける、そういう風に出てるので、流れはとても良さそうです。そして金運なんですけれども、今までは案外こう貯めてた感じがする。でも今月は人間関係、飲み会とかそういうところでお金を使っていくのかなって思ってます。そして来月以降なんですけれども、あなた自身がこう
ちゃんと貯めようとか、なんかこう何かを始めるために情報を得ようと思ってるので、こういろいろ勉強したりとか、例えば何の銘柄が例えばいいかとか、そういう風な感じで情報を仕入れていくのかなって思ってるので、私は金運はプラスかなという風に思っています。なんか今あなた自身が環境を変えたい、白黒をつけたい、そういうふうに思っているみたいなので、私はその方向はおすすめしたいなと思っています。じゃあ今月のラッキーデー見ていきます。1日から30日まで。はい、ラッキーデーが3。はい、11月の3と5があなたにとってのラッキーデーです。そして気をつける日がね、6。全部近いね。はい、いい日が3と5、気をつける日が6と出てます。そしてちょっとこのカードからもアドバイス、フラワーカードからももらいます。はい、じゃあこれがアドバイスで、はい、このカードが出ました。このお花はちょっと私は知らなかったんですけれども、リンドウという花です。そしてこれに込められているメッセージっていうのが忍耐と希望という風に出ているので、なんかね、今まで頑張ってきたことがこう希望としてつながっていくのかなと思いました。じゃあここではい3択です。3番の方の3択。はい、3の1、3の2、3の3。はい、そして、はい、じゃあこちらのカードからも出していきます。3の1、3の2、3の3。はい、じゃあ OK でしょうか。1、2、3。はい、3択選んでみてください。はい、じゃあ3の1の方。夜の時間の過ごし方、でなんかそれがあなたにとってこうしたらいいのかなっていう、穏やかな解決方法が入ってくるって出てるから、夜は静かな音楽、月を見ながら過ごす、そういうことをおすすめしたいです。そして3の2の方、カードが2枚出てたね。ウェイトとシンプルイヤーライフと、はい、今2番3の2の方に伝えたいのが、無理に一人にならなくていいとかね。なんかこう頑張ってこう自分をもうちょっと頑張らなきゃいけないとか、そういうことをしなくていいよって出てるから、今回の白黒をつけるとかね、環境を変えるっていうのも、なんかこう無理しなくていいからねっていうのが、これが3の2の方へのメッセージかな。はい、そして3の3の方。はい、今は受け取るっていうよりも、むしろあなたの頭と心で考えてみて、なんか直感でこの何かを受け取っていいかそうじゃないかっていうのをこう選んでみてっていう感じかな。誰かからの何か告白とか、例えばね、愛情とか何か、そういうものは一旦考えた上で受け取るかどうか考えてみるっていうことをおすすめしたいかなと思っています。はい、じゃあこれが3番の方へのメッセージです。
それでは1番の赤ちゃんのこと、子宝のこと見ていきたいと思います。まずあなたのカードがここにあって、そしてご主人のカードがここにあって、12344枚カードが離れてるから、少し、やや離れてるかなっていう距離感です。で、今月、起こり得ることっていうのが、1番のライダーというところにこのライダーのカードが入っていて、これハウスインハウスっていうんですけれども、嬉しい連絡とかそういうものがまず来る可能性があるのがこの1番の方です。で、1番のあなたの状態を見ていると、下に蛇がね出ているので、なんかライバルとか、例えばママ友、同じ妊活中の方、人によっては例えばお母さん、義理のお母さん、お姉さんとかね、そういう人たちのことがすごく気になってしまったりとか、なんかねちょっとねモヤモヤモヤっていう風な気持ちがあるのかなっていうふうに思っています。でもあなた自体、一番の方自体っていうのはあなたの上に月が出てるので、妊娠エネルギーはとても高いです。とても高いし、早く母親になりたいとかお母さんになりたいとか、もしかしたら女の子が欲しいとかね、思ってる人もいるのかなと思っていて、でご主人はっていうと、確かに今ね疲れてるんですよ。疲れてるし、ちょっとイライラしてたり、そういう可能性もあるのかなと思うんだけれども、でもご主人も赤ちゃんを欲しいと思う気持ち、育てたいっていう気持ちはものすごくあるんです。ただそれと同時に金銭的な問題とか体力とかそういう部分で自分には、例えば1人目のお子さんの場合は父親になれるかとか、経済的な問題が大丈夫かとか、家と家っていうのが家庭と仕事と子育て、それがね両立できるかなとか、そういう子供を持った後の不安、それがもしかしたら2人目とか3人目とかでもそう思っている可能性が高いのかもしれない。赤ちゃんが欲しいんだけれどもっていう、なんかこういう経済的な問題、それがあるのかなと思っていて、で、ご主人と、一番の方の間にはなんかいろいろな本音で話せてないのかなとか、なんとなく距離がねあるのかなって思ってるのでごめんなさい。まずなんかあなた自身がなんかご主人からちょっと強めのことを例えば言われたりとか、そういう態度を取られたりとか、そういうトラウマってあるかもしれないんだけれども、今月はワンちゃん、クローバー、庭が出てるので、人間関係がとてもね良好になりそうなんですよね。その中にご主人のことも入ってくるかなっていうふうに思っています。実際、子供とコウノトリは今回ご主人の方にすごく近くなんかね出ているので、そういう意味ではなんかご主人の方に近くに赤ちゃんが来てくれてるのかなっていうふうにも思っています。で、ここがね、赤ちゃんのカードがこれが13ですよね。13だから8、9、10、11、12、13。そっか、ちょっと赤ちゃんまず山が出て、で、ここが17。16、17。はい、子供のカードが山、コウノトリのカードが道っていうカードが出てるから、時間が今までもかかってきたかもしれない。でもうちょっとだけかかるかもしれないんだけれども、新しい道が見えるっていう風に出ています。そして
コウノトリからこうね、右に行くと太陽という、妊娠のエネルギーのカード、そして子供のカードから見ると山っていうカードが出て、あなたに赤ちゃんが来てくれるっていう感じなので、もうちょっと時間はかかるかもしれないっていうのは出るんだけど、でもなんか無事赤ちゃんがね、一番のあなたのもとに到達しそうだなというふうに思っています。思ってるかな。どうでしょうか、一番の方。ちょっとね、先月よりは少し詳しくね、リーディングできたかなと思うんですけれども、はい、じゃあ一番の方にアドバイス、よいしょ、見ていきます。まずね、ラッキーアイテムのお花からのメッセージ。よいしょ。はい、まず出たのがこの花です。はい、まずこのカードがツツジで、新たなエネルギー、なんかね、そういうものが出てるので、ツツジの季節ではないんですけれども、このね、一番の方に新たな、ね、このね、エナジーがなんかこう注ぎ込まれるような気がしますし、なんかピンクっていうのが今回ね、一番の方へのこうラッキーカラーなのかなというふうにも思いました。そして一番の方へのラッキーデー、例えばこうご主人とちょっと話をねするとか、でも全体的でいいですはいはい、ラッキーデー、はい、ラッキーデーが11日、11日がラッキーデーで、逆に気をつけてねっていう日が2枚出たな、ごめんなさい、2枚出ちゃった。気をつけてねっていうのが9と17、この日が気をつけてねっていう日で、はい、じゃあ最後にアドバイス見ていきます。はい、じゃあ1番の方へのアドバイスが、大きな波がやってきてるよって、そして道が開かれていく。はい、それでは2番の方の赤ちゃんのこと、お宝のこと見ていきたいと思います。はい、まず、あなたのカードがファーストカードに出てるんですよね。ファーストカードに出ていて、そして船とクローバーっていうカード、がその後に続いてるから、あなたが今月のあなたっていうのが何かすごくこうやりたいとか、決めたとか、行動するとか、例えばね、こう遠くの病院に行くとか、旅行に行くとか、なんかこうそういうポジティブなあなたのエネルギーっていうのをとても感じてます。そしてなんかね、仕事のこととかかなごめんなさい、仕事のこと、お母様のこと、なんかそういうことで、いわゆる、旅に出るというか、実家に帰るっていう方もいらっしゃるのかな。で、ご主人なんですけれども、ご主人が今までは、最近かな、なんか子供のこと、もしお子さんが今いらっしゃる方は、その子育てのこととか子供のことでなんか悩んでいたりとか、子供の親とか、そういうことでね、悩んでいたりっていう感じがしました。
で子供がいらっしゃらない方はこう子供をやっぱり持つっていうことに対してすごくこれ以上忙しくなるのかとか、なんかこういろいろな近所付き合いとか大変そうとか、そういうご主人がなんかネガティブな感じがこう今まではね、もしかしたらあったのかなと思っていて、でも今っていうのは、あ、そうかって、頭を使えばいいじゃないかみたいな感じで、なんかこう今少しこのネガティブなものに対して考え方をこう今こう変えていけてるような感じなんですよね。でこれがまあ今月かな来月かなって感じなんですけれども、こうもう赤ちゃんがいよいよ来るとか来てくれるとか、家に来てくれる、家に赤ちゃんの喜び知らせが来るっていう感じが出てるから、なんかこう動きが早いかなっていう感じがしてるんですよね。で実際にまあね、この子供のカードがご主人のすぐ横、もう赤ちゃんがもうすぐ行きますみたいな感じに思うし、コウノトリがねここにあって、コウノトリがちょっと待ってくださいね。子供のカードが13だから16151413か。なんかねこの赤ちゃん今いろいろ勉強してるっていうのと、あとあなたとご主人がやっぱりまあ子供を身ごもるため、来てもらうため、そして子育ての勉強、まああとは病院探し、そういうこともしている可能性もあるのかなって思っていて、でこちらのコウノトリが17だから1617か。ここ熊になるんですけれども、なんかねコウノトリ、なんか赤ちゃんが来てくれるのに対して若干の不安がある。これは赤ちゃんの方の気持ちかもしれないから、私はもういわゆるあなた、2番のあなたもう準備ができていて、そしてご主人もなんか今まではネガティブだったけど大丈夫っていうポジティブな気持ちになるから、このポジティブな気持ちになった時には赤ちゃんもこう来てくれるような気がします。なんとなくね女の子なのかなっていう感じがするんですけどね。ご主人はもしかしたらね男の子が欲しいかもしれないんだけど、そういう風に出てるかな。であなたから見た例えばママ友とか、妊活中のお友達、例えばお母さん、義理のお母さんとかね、いろいろこうなんかちょっと自分から見てちょっと面倒くさいなっていう人はいるかもしれないんだけど、一番遠くに離れてるから今月はねなんかそういうストレスってなさそうなんですよね。むしろご主人との関係をそれこそこう愛を育てていくような感じでいくと、なんか赤ちゃんねこう来てくれるんじゃないかなとか、ご主人のこのポジティブさ、あなたの横には星、ご主人の横には太陽っていうね天体カードが出てるから、なんかこう奇跡がね、起こる可能性すごく高いんじゃないかなというふうにも思っています。多分ねほんともうちょっとなんじゃないかなというふうに思っています。じゃあ今月のラッキーデー、見てみましょう。はい、ラッキーデーがね、はい、5。はい、11月の5日がラッキーデー。これも良さそうだね。はい、11月の5日と11月の28がラッキーで気をつける日。気をつける日がこれかな。9、11月の9は気をつけてください。そしてちょっとお花のカードもはい引いていきます。花がね、よいしょ。はい、これです。ユリで、このね、実際ユリを飾るっていうのもすごくおすすめだし、あとは、直感力とか、インスピレーションっていうのもね
大切にしてくださいっていう風に出ています。はい、このアドバイスも見てみましょう。はい、じゃあこのカードと、あとねドルフィンさんからも、よいしょ。はい、じゃあ見てみます。はい、2番の方へのアドバイス。おー、なんかもう1年後にはなんかもう願いがね叶ってると思います。今からの1年後には願いが叶ってて、で2番の方にお伝えしたいのが、こう自分をなんか許してあげてほしい。悲しいこととかがねあったかもしれないんだけど、あなたが2番のあなたが悪いわけじゃない。あなた自身が自分自身を許してあげてください。そしたら来年の今頃には願いが叶ってるよって出てるので、はい、これが2番の方へのメッセージです。はい、それでは3番の方の赤ちゃんのこと見ていきたいと思います。赤ちゃんがねすごく来たいと思ってくれてるんじゃないかなと思うんですよね。で、あなた自身もすごく今こう赤ちゃんを待っているし、こういろいろ環境を変えたいと思っているしっていうことで、なんかこう、病院とかも含め、なんかこうそういう変化とか引っ越しとか、例えばこう旅行とかそういうふうに行きたいなって思っているのかなと思っています。で、あなた自身がですね、今まではここ最近は金銭的なこと、そういうのでとてもなんかちょっと余裕がなかったのかなっていうふうにも思うし、もしかしたらご主人とのいわゆるセクシャルですね、そういう部分でなんとなくこう満たされてなかったのかなっていう感じも考えられます。で、今のあなた、3番のあなたはなんかこう自己確立ができて、そしてだからこそこう次の段階に進んでいきたいとか、そういうこう未来を考えているのかなっていうふうに思っていて、でただこの次の段階に行くためにはあなたが何か白黒をつけないといけないことがある。この白黒をつけたら赤ちゃんに出会えるよっていう、そういうことをちょっとね今回のメッセージは言ってるのかなと思いまして、でここがねちょっとね妊活をされてる人にあんまりちょっと言いたくないんですけれども、ご主人のカードの上に蛇、横に本が出てるから、これが普通の恋愛だったら、女性の影とかそういうことで言う時も多いです。で、妊活をされている方はあんまり本当は言いたくないんだけれども、もしかしたらそういう可能性もあるかもしれない。これが、例えば風俗だったりとか、夜の世界だったりとか、そういう可能性もあるかもしれないんだけど、なんとなくちょっとこうあの人じゃないご主人ですねがなんとなくこうグレーっぽい感じがする。もしくはすごく女性側からこうアプローチを受けているっていうことも考えられるかもしれない。そういうこと、そういう3番のあなたから見てって思うグレーのことをこうきちんと聞くとか、白黒をつけるっていうのは妊活をする上でもいいのかなっていうふうに思っています。で、
この赤ちゃんを表すところが、でこの13番目の部屋が16151013で無知だから、なんかこう赤ちゃんも行きたいって気持ちはあるんだけど、なんか、今じゃない気がするとか、今行くことによって喧嘩の原因になってしまうんじゃないかって、なんか赤ちゃんが言ってるのかなっていうふうにも思うし、このコウノトリがね、コウノトリが17だよね。コウノトリが1617、棺桶がね出てるから、なんか一旦休憩っていうカードが出てるんですよ。なので私が3番の方におすすめしたいのは、ここの白黒をつけることによって、ここのね未来が変わっていくのかなとか、もう少し早くなってくるのかなっていう感じがしています。ご主人としてはこう仲直りをしたいとか、あとあなたのカードとご主人のカードで合わさっているところが鳥というカードなので、コミュニケーションをしっかりとること、まず話すこと、コミュニケーションをとることがとっても大切なのかなというふうにも思っています。まずここが気になったかなっていう感じで、こういう白黒をつけることによって、あなた自身もすっきりして、そしてご主人もすっきりしてってなると、赤ちゃんとの距離とかそういうのもおのずと変わってくるのかなと思っているので、この環境を変える白黒をつけるっていうのはおすすめしたいです。じゃあ3番の方に、例えば白黒をつけるとかね、そういうことでもいいんですけれども、プラスの日にち、3番の方にとってのプラスの日、お伝えいたします。13日と、すごいね、両方子供とコウノトリのカードが出た13と17がおすすめ、11月の。そして気をつける日、気をつける日がよいしょ18日、プラスの日マイナスの日。そしてちょっと花言葉からもよいしょメッセージもらいましょう。アジサイのカードが出ました。これね、アジサイかなって思ったんだけど、これね、エルダーフラワーという花で、そしてメッセージが、これがガイダンスとかつながることというふうに、出ているので、ガイダンス、なんかあの人とご主人との間にやっぱり会話をしっかりして2人のその絆というかコネクションをやっぱり強くしていくことっていうのをおすすめしたいかなと思ってます。じゃああとはエンジェルフラワーじゃないエンジェルアンサーから。じゃあこのカードとあとドルフィンからももらいます。これでいいかな。じゃあ3番の方へのメッセージがあなた次第だよって、あなた次第だし、いろいろなシンクロニシティが起こってくると、いろいろな偶然を信じるのも信じないのもあなた次第だし、今回のいろいろ白黒をつけたいとか、今もう少し見守りたいと思うのであれば、もちろんそれはあなた自身のあなたが決めることだよっていうふうに言ってくれているので、でもいろんな偶然を起こして
天使さんとかがね起こしてくれるような気もしています。はい、これが3番の方へのメッセージです。